おから蒸しパンです。やっぱね、蒸しパンっていうのはね、蒸すんだなっていうのを実感させられましたね。このおからパウダーってもともとパサつき強くてでそれをレンジでチンすることによって余計に水分飛んじゃってたんだなっていうのが今回この作り方をして気づいたことですね。普段よりも結構シャバシャバだったような気がするんだけど、それでねおから感が強くない卵蒸しパンを目指して作りました。めちゃくちゃうまくいって、試作でねこれ成功した時きたーと思って結構テンション上がりましたね。本当に普通にスーパーで売ってる卵蒸しパンを食べる機会があって、ちょっと久々に食べようと思って食べたら、あまりにもうまくて、おから蒸しパンも今まで美味しいと思って食べてましたけど、そこレベル違えなと思って、蒸しパンってこれかと思ってね、久々に食べて、でもやっぱおからでもこれ作りたいと思って、レンジではなく蒸し器を使うっていうのと、あとやっぱおから特有の香りとパサつきがどうしても気になるんで、おからを極力減らして、さらに牛乳を使ってっていう感じで普通の蒸しパンにかなり近づけてみました。マジでめちゃくちゃうまいです。これうまい。なんか蒸しパンってフォルムがこの表面がこうつるっとしてて、膨らんでるってイメージですけど、そのおから蒸しパンっていうとちょっときめが粗いお椀をひっくり返したような蒸しパンが多いんで、そのイメージをなんとかして覆したいなと思って今回やりましたね。僕の想像していた以上にすごいのができたんで、おから蒸しパン界ではトップではないかと自負しておりますこれはね相当うまいよ。おから蒸しパンを作るときに蒸した人いるんですかね。何言ってるか分かんないですけど、じわっとちょっと油入れてるんで、じわっと油が出てくる感じと卵の香りとこの水分をすごい含んでるような感じ、なんか自分の中で達成感があるもの1位ですね、最近の中で。市販の蒸しパンを食べた時に卵感ももちろんなんですけど、食感とかね、それ以上にやっぱバニラがめっちゃ香るなということで、今回はバニラオイルを気持ちちょっと多めにして強く効かせたんですけど、もしあればこういうバニラビーンズペーストを使うとより香りが引き立ってうまいです。で試作ではこれ使ってたんですけど、これ富澤商店とかネットとかで買わないとなかなか手に入らないものなんで高いしね、ちょっと。なのでスーパーに売ってるバニラオイルを今回は使いました。ただあればバニラ使った方が香り強くてなおうまいです。でこの生地で電子レンジでも作ったんですけど、やっぱね同じようにパサついちゃいましたね。これは違うなと思ったんで、今回は鍋で蒸す方向でお願いします。蒸し器の下に敷いてるやつはね100円ショップで買いました。ダイソーで売ってたんでっていう感じです。おから蒸しパンぜひうまいバージョン作ってみてください。ではまた。